努力がね、大いに実ってるんだよ。実ってるんだけど、ちょっと表現するのが下手なのかもしれないよね。あなたが大事に育んだ愛、あるいは夢、確実な形で花を開くよと。もうすぐだよね、半年後。あなたの状況。自分でも自覚できてるんだよね。成果が上がってるって。だけど本当に伝わるのかなって。だから真ん中がザ・ムーン。夜の海にね、溺れている。結構不安が強調されてるよね、このカード。デッキはね。いけないわって。この陰陽のゲートをさ、くぐって。このね、タイの山なんかは、あなたエース・オブ・ソーズで直感が働いてんだよね。あなたが今後その上昇していくためのどうすればいいんだろうってインスピレーションを得てるって。で次がカップの3だけれども、結構同性の友人たちとの関係が苦手かもしれないよね。最終的にはページのソーズでやっぱり一人がいいわって。ずっと勉強していたい。ずっと下っ端のままでいいわみたいな。本当はもうね、人を教える立場にあるかもしれない。だけれどもずっとその責任を負いたくないっていうような若輩者でいいんだわ私みたいなそんな感じがするね。実力的にはもう随分ついてるはず。5の山ではこのキングのカップが5にいるよ。であなたのでこのエースのソーズやってやるわっていうカードの上には淡い2のカップ、恋人のカード、恋人っていうかあれだよね、とっても初歩的な、初恋とまでは言わないけど限りなくプラトニックに近い、まだ手つないだぐらいの関係
どうだろうね、なんかこの同性との関係性と自分の愛を育むこと、そしてさらにはまあお仕事だよね。どれも彼もに同じ顔をしようとしている。本当はなんかもうちょっと切り分けてもいいのかもしれないよね。私どういう顔したらいいのかしらっていうような、どの人たちも大切にしたいのかもしれない。だからうわーってなんか湖の中に、海かなこれは、水の中にまあ沈んでいっちゃうと。だからね、半年後結構周りの人たちから見ると羨望の眼差しで見られるよ。あなたが羨ましがられるポジションに行く。だけどそのポジションが嫌なんじゃないよとしたら、私ちょっと注目されたくないわ。ただちょっとそういうわけにはいかないステータスに到達するんじゃないかな。あなた自身はね、棚からボタン持ちじゃないってこと分かってる。それ相応の苦労もしてきてるから、天狗になんかならない人だと思うよ。逆にちょっとなった方がいいぐらいかもしれない。自分が得た地位っていうものを一回ぐらいはね、一日ぐらいはなんかあぐらかいてもいいんじゃないやっとここまで来たわって。そこであぐらをかき続けるとダメだけど、逆に言えばあぐらもかけないようだと、そのポジションの責任を取りたくないっていう、そういう意識にすり替わっていってしまうからね。だからちょっと天狗になってもいいぐらいかもしれない。まあここら辺のね9のペンタクルのカードは、なんかあなたの世界の中では自分が上げた成果にすごく喜んでるっていうのが出てる。やっぱりある意味あなたからすれば地味なね、上がるべき成果が上がったよっていうところでとっても喜んでるのかもしれない。だからさ、行き過ぎるとなんか通帳見ながら真夜中一人でね、ゼロの数数えてニタニタしてるみたいなそこまでなんかうちにこもるんだったら、本当なんかね、自分が得たステータスっていうのに一回ちょっと外交的になってみてもいいかもしれないね。あぐらの一つも書いてみてもいいかもしれない。あんまりだからね、周りの人たちにどう思われるかなとかさ、あなたがとっても恥ずかしがり屋でね、私は天狗なんかじゃないわって、天狗に思われたくないわみたいな、そういう意識からあんまりうちにこもると本当に、やっぱり通帳見ながらニタニタ笑うようなね、そういう内向的なところに入っていくかもしれない。お金はいっぱいあるわけだからね、ペンタクルで。ちょっと外交的にならないと本当に金子になっちゃうかもしれない。だから過去になんかあったかもしれないよね、友達関係で思わぬ妬みそねみを買うかもしれない。でここにさ、これはねちょっと希望が持てる書き方になったよね。ですリバースになってるから、一旦終わって生まれ変わるよって。昔はうまく振る舞えなかったけど今度は違うかもしれないよね。今まで以上に周りの人たちに気配りしてあげるとうまくいくかもしれないよ。あなたがそれだけ力がついてきて
周りの人たちから見るとあなたの方ができると思われてるから、そこで妙に遠慮しちゃうとまたね同じ鉄を踏んでしまうかもしれない。だからちょっとなんか自信を持ってさ、自分のついたポジションに責任を持って周りの人たちに配慮してあげる。まあ実際その配慮を求められるステータスにつくんじゃないかな。だそこで失敗するとまた妬みそねみでね、あなたはもうやっぱり私ずっと本当に下っ端でいいわって、人を教えるのも嫌って、ずっと私勉強してたいのって、結構成果が上がってんのにね、そうなっちゃうかもしれない。まあ、絶対悪いとは言わないけどね、そういうなんか生き方もあるかもしれない。このね、トゥーオブカップには願い、直感のカードが来てるよ。あなたがしたためているもの、結構深く深く、自分の中に見出してる。あるいは育んできたことだよね。この方、職場の上司かもしれないね。あなたのこう上げた成果みたいなもの。それをこの方になんか認めてもらいたいっていうような、そういう間柄かもしれない。ただとってもまだ淡いカードなので、ね、ちょっと気づいてるかどうかっていうのは、ね、まだわかんないけど。だからもともととてもなんか大きい存在だったかもしれないね、あなたにとって。この方にちょっと遠慮してるのかもしれない。ひょっとすればこの方を抜くような実力をあなたがつけてきてると。でこの方とのその立ち位置が入れ替わることに遠慮してしまってるとか、職場に限らないかもしれないね。いろんな場面があると思う。こっちもねやっぱり前向きな、ややちょっと悲しい感じもするんだけど、未来、そして計画、友達関係だね。周りの人たちに対する配慮、うまくちょっと変則的な形、自分がのんびりできる間柄ではないと思う。やっぱり気を使わなきゃいけない、関係性になってくる。そういう中でやっぱりうまくやっていくことかな。やっていけるんじゃない、このカード出てるから。このザ・ムーンのようにさ、こう周りの人たちのそのネガティブな想念というものに、この人たちもそういう想念をさ送り続けてるわけじゃないかもしれない。やっぱり自分がそういう念をね、ネガティブなバイブレーションをこのキャッチしやすくなっちゃってるかもしれないから、そうなるとここに出てるページの想図で、なんかまたなんだろうな、私ちょっともう一回デッチ暴行出ますみたいな、転職しますみたいな感じでも見えるよね。だけど、このカード真ん中来てるからね。だけど本当半年後のあなたの状況は今言ったようなところでちょっとなんか引け腰になってるってことかもしれないね。このまま沈んでいくとかなりもったいないんじゃないかな。お審判、もうジャッジしてくださいだよこれは。このなんかデッキのね、この審判はさ、ちょっとなんか
憂いてるっていうか、まあ私どうしようかなみたいな、まあどっちでもいいんだけどなみたいな、なんかそんなメッセージが来るんだよな。結構でっかいんだよ、大アルカナのね20番だから。大きなこれ、もう乗るか反るかっていう決断なんだけど、結構あなたはそうかもしれないね。まあね、上げた成果上げた成果だし、私の実力がついてきてるのは分かるわと。でもなんかその次求められるポジションっていうのなんか私の性に合わないのよねと。ちょっと転職しようかしらってまたちょっと風来坊みたいに、これ結構危険なとこ渡ってるよねそれに。綱渡りみたいな感じで。そうだからこっち行く方がなんかちょっと辛いし不自然だよね。あなたのそのねこう息吹っていうの、これから芽生えてくるそのあなたのその表現っていうものを待ってる人がいる、期待してる人がいるから、ぜひね半年後この状況になってたらね、この審判のカードを思い出して、私どっちでもいいわみたいな、どっちでもいいじゃダメね、ちょっと期待に応える方向に行くと新たな、展開待ってるよ。こっちも絶対悪いとは言わない。これもなんか一つの道理は感じる生き方っていうのかな。だからこっち行くと今までのあなた通りじゃない。うん異性で苦労するかもしれないよね。まあナイトの想像でせっかちな、恋人があなたのもとに舞い戻ってくるかもしれない。いい形でね戻ってこればいいんだけど、この大きいトライアングルのこのタイでナイトの想像が出てるんだよね。わかんないよ、一回よりが戻る、だけどまた同じところで衝突して、また同じこのナイトだから、ナインだから、まあこう理路整然としないんだよね。悶々悶々とね、こう内巻きに負のスパイラルっていうのかな、こうぐる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 こうネガティブバイブレーションがどん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 こう濃縮されていくような感じ。あんまり良くないカードが来てる。でこのジャスティスのカードが、5の位置に来てるんだけど、このお相手さんとやっぱりね前章からのつながりがある方かもしれないよね。宿陽で言うとね暗海の関係性のような、あなたがひょっとすれば仇討ちすべき相手なのかもしれないし、このトップのねスターのカードなんかからはとってもね良い、波動を感じるかな。
あなたは前生の積み立て貯金で本来根性の地を生きてられる人なんだよって。そんな無理にね頑張んなくていいんだよって、そんなメッセージが来るね。この方がまたなんか半年後なんかあなたにアプローチかけてくるっていう、ドンとは来てるんだけど、なんかあなた自身の気持ちの中でなんか和解があるかもしれないね。あなたのなんか前生から引っ張ってきてるそのカルマ、カルマにちょっと過剰に反応しすぎてしまっていた自分との和解かな。あなたが許せなかったことというわけではない。認めるふりをしていたのかもしれないし、しかしそのことが生きる上でのね、困難の理由になっているっていうことに気づき始めるよって。だからあなたも、ああこういうことだったのねって、知恵の輪がさ外れた時のように大したことではないんだけれども、なんか知恵の輪嬉しいでしょ、外れた時理解しがたいようなさ達成感がある。あ、こういうことだったのねっていう感じで、あなたの守護霊様はあなたがよくやってきていることを知っているんだよ。それは前生、ひょっとすれば前々生からもうずっと見てんのよ。こと前生であなたは相当な苦労をしていてね、今世の地では政府の法則が働いて帳尻が合うはずの一生なんだよ。だからあなたは無用な苦労をしないように荒屋敷に埋没した無念をあなたに悟られまいないようにね、守護霊様があなたをガイドしてる。だけどあなたはとてもその霊感が働くから、あれって私の過去世ってどんなだったんだろうって。でこのお相手さんとなんか引き合うのかもしれないね。キングのソーズ、キングの、ナイトのソーズね、キングナイト。このお相手さんとなんかこうやっぱバッティングしちゃって、この9のソーズでなんでっていうとこに落ちちゃうと。だからあなたはね悲しみを知っているんだよ。だから喜びを見つけることに意識を集中することと、守護霊様はあなたに伝えたいんじゃないかな。ちなみにこのさ中心の一番そこにハンギングマンが来てるよ。あなたがもう自己犠牲を払って、しかし、無双してる、とても、高い次元の意識に到達してるよって。であとこのなんだろうね、同性の友達だと思うけど4のワンズと、ね、カップの3と、あなたの友達たちには散々言われてるんじゃない。もうあんな人やめときなさいよって、あなたにもっとふさわしい人いるよって、もっと普通の生き方できるんじゃないのって、普通にあなたが、幸せになれるもっと普通のあり方ってあるんじゃないのって、なんか結構言われてるんじゃない。やいのやいの。そういう人たちの声があなたにはこの黒いカラスのように見えてるかもしれないね。
平等とかね、行動だよね。行動を起こすとか、あとは何かね、食事を提供するだよね。自分の持ってる分け前を与えてあげる。これがキングの想像にかかってるよね。あなたが尽くしちゃうのかもしれない。ただ、あるいはこのザ・スター、あなたが宇宙とつながる、工事のあなたとつながると、アカシックレコード、あるいは荒屋敷と言っていいと思うけども、霊体としてのあなたに対する、こう動きみたいなもの、どうしてもなんか気になっちゃうんだろうね。根性の地ではあなたは喜びを探すことがテーマだけれども、過去世での無念だろうね。自分の前回のその自分がね感じたその無念っていうものに感応しちゃうのかな。で、片やこちらはね、欲望、情熱、そしてやっぱり性的関係だよね。ズバリ。だからここら辺のなんか4 of Wands とかさ、3 of Cups、なんかあなたの友達から結構言われてるかもしれないよね。あるいはあなたが隠してるかもしれない。この方との関係性っていうの。だから今世のテーマではないはずだよ。そんなメッセージが降りる。だからこの関係性にはまってるとね、もう拉致が開かない状態。もうなんか生かさず殺さずみたいな、感じで、寸止めのとこでねずーっとね悩まされる。これはだけど未来だよね。今回のテーマは半年後のあなたの状況だけれども、この因縁のお相手さんとの関係がまた修復してしまうっていうことと、あなたが、霊的感覚、あなたの霊的感覚が一つね素朴な答えをね見つける。私の人生ってこんな感じなんだなって、これでいいんだなって、何もこんなディープゾーンに入らなくてもいいんだなっていうような、ちょっと知恵の輪がなかなか取れなかった知恵の輪がほいって、あれ取れたのは取れたんだけど、あれ知恵の輪なんで取れたのかって分かんないよね、取れちゃうとって、だからそんな感じだと思う。そういう気づきがあるよ。恋人が来たね。だけどこの関係性の中にいると多分ね悩むと思うんだよ。この関係性に身を投ずることが今世のあなたの課題じゃないよとメッセージが降りてくるから、それでもねやっぱりこの方が戻ってくるとやっぱりね恋仲になっちゃう、蜜月になっちゃうね。でそうすると同じことをまたやっちゃう。同じところにまた戻る。でそれで終わればいいんだけど、また回ってまた戻るみたいな、また回ってみたいな、繰り返しちゃう。だからこの方に答えを求めるんじゃなくて、自分の守護霊様、ハイヤーセルフ様に答えを求めることで、それは
工事のあなた自身だから、あなたが知ってることだから。うん。まあこのなんかジャスティスなんかさ、このデッキだと2つの顔を見せてるよね。あなたは笑顔でこの方にね、仇討ちを従ってるかもしれないよね。するとこのお相手さんの術中に入ってくよ。おそらく前章でこの方のカルマなんだよ。この方のカルマにあなたも、受肉してしまっていてね、その名残があってあなたも引っ張られてる。だけど実際にはこの方が生産しなくちゃいけないカルマなんじゃない？うん。本来この方があなたに報いなければいけない。尽くさなければいけない。だからあなたがこう苦しむ状態っていうのがちょっと変なんじゃないかな。だけどその理由はあなた自身が、やっぱりなんか仇討ちしなきゃっていうようなそういう意識がどっかにあるかもしれない。だからするとこの方のペースでもう一回ね復縁しちゃう。もうなんか抜け出せなくなっちゃう。いいわって、私今世はもうディープに生きるわみたいな、アンダーグラウンドのハーレクイーンロマンスみたいな感じだけどエネルギーいるよね。トラウマを乗り越えたんだね。むちゃむちゃパワフルなスプレッドだよ。クイーンのワンドでクイーンのソードも出てるよね。悲しみを、隠してる、隠しながらこう気丈に振る舞う女性のカードで、エースのソードも出てるしね。であと10のワンズ、10のカップ、3スタート、すごい強いよ。ただ一番トップに来てるのは2オブカップス。未来へ向かいながら過去に縛られてるのかな。ただね、悪い意味とは言えないと思う。もうなんかこの原動力を元手に、これだけね、10のワンズ、10のカップと相当頑張ったんじゃないかな。だからこの10のワンズなんかはもうこのデッキだとね、自分が抱えきれないプレッシャー、責任をさ、もう全部捨てて、もう私ね、おいとまいただきますみたいな、そういうデッキのね絵柄になってるけど、
ちょっと疲れてるのかもしれないね。でなんかこのカードから来るメッセージだと、認めることができなかった友人や恋人、コミュニティなんか、当時は認めるわけにはいかなかったんだけど、突っぱねてたのかな。だけど、いや、ね、それらの、ね、出来事、人々っていうのは自分にとって感謝すべきことだったんだなと思えるようになるよと、そんなメッセージが降りてくるな。本当なんか自分を押し殺して頑張り続けたんだと思うよ。だけどあなたが欲しいのは Two of Cups。 もう本当なんか無邪気な恋なんじゃない？ひょっとすればこの失恋ハートブレイクのこの時得られなかった自分の中のね、胸のときめきかもしれない。でも安心してね、ここには天のカップが来てるからね。この未来はとてもいい。完成までいくよ。だからちょっとなんかその非常に頑張り続けた自分からおさらばする時が来るかもしれないね。このことがあなたを次のステップへと押し上げる。物理的にはもう次のステップにいるのかもしれない。あなたの注目は物質的な喜びから霊的な祝福へとね、フューチャーされていく。シフトしていくんだね。自分が生かされていることの意味を随分はっきりと自覚するに至るんじゃないかな。このカードとても重要かもしれないよね。天のワンズ。もうあなたが本当背負い込むべきもの全部背負い込んで、もう生き抜けたって思った時のその心境。ひょっとすれば半年後はまだこのクイーンのワンズかもしれないよ。イエーイってもうイケイケで、まだ半年後はそうかもしれない。ちょっと半年後より先の話をちょっと読んでしまったね。行くはそういう流れになってる。だから半年後はこうかもしれないね。あなたがすごく悩んでたことをもう、克服しちゃう。私負けないわってまだ突っぱねてるかもしれないよね。ふざけんじゃないわよって、そうかもしれない。結構このスプレッドではこのなんか天のワンズがすごくねメッセージ来るね。だからなんかここをね分岐点にさ、あなたの心身はね今まで以上に充実する。波動が高まることによってさらなる幸せを呼び込む、その準備なんだよね。この状態でも相当すごいと思うよ。エネルギッシュで。勝ち上がるあなたのね、心の影の部分かもしれないよね。このエースのソーズ、あなたがこれからやってやるよと、負けないわっていうね、この強いインスピレーション、そのなんかダークサイドかもしれないよね。
これがあなたの原動力かもしれない。このクイーンのワンズで燃やし尽くした、燃焼しきったはずなんだけれども、やっぱりこっちのさ10のワンズの方であなたに疑問を呈してくんじゃないかな。疑問符を立てる。この苦しみ悲しみ、あなたにとっても忘れがたいショックな出来事、本当は終わりにしたかったのかもしれないんだよね。終わりにできてればよかったんだけど、やっぱりそうじゃないんだよ。このクイーンのソーズでも表されてる。表向きあなたはねワンズかもしれないね。クイーンのワンズ、もうすごくあっけらかんとして情熱的で積極的で能動的で、そういう人かもしれない。だけどやっぱ聞いてるんだよね、この死のスパイスが。でこっちはね発見じゃないかな。もう隠すことができない。決してその性的な意味じゃないと思うよ。だから自分の一番見られたくない自分、弱い自分、あるいは隠したくない自分、提示しなくてはいけない自分、自分が最も理解してほしい自分、だから隠せないんだよ。陰陽でさ、とっても何か対照的だよね。こうなってくるとこのトップの2 of Cups がさ、あなたのこの2極を統合するね、大きな力にも見えるよね。だからまあ半年後はまだね、あなたはねイケイケどんどんだと思うけど、そのちょっと先だよね。先にね大きなターニングポイントが来るじゃないかな。ただすごいよ。もうこんだけのスプレッド出してきてる。ものすごいエネルギー。ちなみに下ザ・サンだしね。もう一回生まれ変わったぐらいの、そんな境地じゃないかな。エネルギーをとても感じます。大胆になることかな。この大胆さっていうのはやっぱり自分が隠し続けた自分じゃないかな。それを認めてあげること、あるいは霊的に成長すること、物質的な世界のその意識からその霊的世界の意識へとシフトしていく、あるいはこうひとまたぎする感じかな。境界線をまたいでやるぐらいの、ちょっとした試み、大胆さで。ちなみにスターは下にもあるんだよね。あなたが霊的世界とつながってる、宇宙とつながってる。あなたにとっての大胆さっていうのはやっぱここじゃないの。こうあっけらかんと振る舞ってる自分、もうこれだけでも本当にすごいと思う。もう相当な努力だと思う。誰しもができることじゃないと思う。だけれどもあなたがね本当にしなくちゃいけないのは、見せなくちゃいけないのはその先なんだよ。この告白をしなきゃいけない時が、半年以降に来る。ちょっと待って、今日のお題からずれちゃってんだけどそうちょっとずれちゃったけど、半年以降にその重要な時が来るね。とりあえず半年後はあなたはあなたのトラウマ克服してイケイケどんどんなってるよ。あんまり突っ走りすぎないでね。次の課題待ってるからね。いいですね。